インプラントがね、はい、そう抜けてしまうっていう、本来ならそこで止まるはずのものが抜けちゃったのでってことで、なんとかせないか絶対うまくやらなあかんぞっていう思いで、もう先生がしっかり対応していただきまして嬉しかったですね。以前と違いますから幸せです私。はい、こんにちは。戸倉歯科口腔外科矯正歯科の院長の戸倉です。今日はですね、うなぎの西本さん、中入るとですね、実は西本さんすごい綺麗なお庭をお持ちです。ここでですね、オールオンフォされた患者さんとともにですね、美味しいうなぎ食べたいと思います。今回の一緒にお食事をしていただける患者さんなんですけど、実はですね、結構大変な治療でした。いろんな困難がありましたけれども、患者さんの協力とですね、私たちの頑張りというか、なんて言いましょう、治療に対する姿勢というものが実を結んだ治療だったのではないかなと思います。この西本で患者さんと一緒に美味しいうなぎ食べていきたいと思います。今回もよろしくお願いいたします。じゃあ明けまして今日は本当にありがとうございます。はい、いろいろとスムーズにはいかなかったっていうのがちょっとあるんですけれども、はい、でもそこに対してしっかりとついてきていただけたのは本当に嬉しかったなというふうに思います。そのあたりまたいろいろとお話ができたらいいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。うなぎの西本、なんと95年の歴史です。すごいですよね。はい、丼と、長焼き、白焼きのご飯。あとはひつまぶし。で、ひつまぶしがですね、あんかけひつまぶしで、これ西本さんオリジナル。初めてですね。お茶漬けのつゆがとろみがついているっていうあんかけだしをかけて熱々の一杯をって書いてありますけれど、お好きなものを選んでいただけたらなと思うんですけれども、どうしましょう。せっかくですので。はい。ひつまぶしの方。ひつまぶしの方。はい。僕はじゃあ、長焼きをいただきたいと思います。奥山くんは中詰め丼。いただきます。うまきどうでしょう。一本。はい。はい。肝焼きとか。じゃあ肝焼き3つ。肝焼きを3つ。はい。あとこれ食べてみたいんですよ。馬のり。馬のり。うなぎと海苔を創業以来のタレで佃煮に。気になります。気になりますよね。気になりますね。馬のりを3つお願いします。飲んでください。はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきます。いやでも本当改めて今日という日を迎えられたことが僕本当にほっとしておりまして、いやもちろん患者さん自身もそうだと思うんですけれども、なかなか苦難があったなと、視聴者の皆さんはスムーズに治療がいったんだろうなというふうに想像されるかと思うんですけれども、大変でしたね本当。そうですね。ただ自分の中ではそこまで大変だという感覚はあまりなくてですね。特に周りのスタッフの方々の方がちょっと大変だっただろうなっていう。いや本当にそれはですね吉戸さんの本当お人柄のなせるものかなと思います。はい、歯科医師としてスムーズにいかなかったことに関しては申し訳ない気持ちっていうのは当然にあるんですよね。はい、患者さんは皆さん治療って当たり前にスムーズにいくっていうふうに思われるのが当然ですし、それが一番の何よりなんですけれども、医療というのはスムーズにいかないことがあるんですよね。はい、でそこに対して吉田さんのように信じてついてきてくださる方っていうのが僕たちは本当にありがたいんです。いやもちろん時には患者さんも人ですから、はい、感情を爆発させることもあるはありんですけれども、はい、逆に何もおっしゃられないというか静かに一つ一つついてきてくださると、我々も逆にですね、なんとかせないか絶対うまくやらなあかんぞっていう思いで申し訳ない気持ちとともにですね、ありがたかったっていう感じです。僕として本当に。はい。先生のところにたどり着くまでに紆余曲折ありまして、ちょっとなかなか大変な感じで、本当3年4年ずっといろんなところ回って、はい、安心したと言いますか、やっとたどり着いたみたいな感じで。いやもうそう言っていただけると、来ましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これが馬のり。これタレとかはやっぱりあれですか、付け足しで、はい、うなぎの継ぎ足しのお出汁が出てます。本当に95年前から継ぎ足してる。そうです。大きな壺に継ぎ足して、すごいですね。なくなる前に継ぎ足して作っております。美味しい。なかなかありそうでない味ですよね。本当に、はい、うなぎのほんのりとした味を感じますよね。これうなぎだから当たり前か感じるんですけどすいませんこの建物も数器屋造りで名古屋の指定を受けてる建物らしいです。こんな立派な個室があるなんて全然知らなかったです。庭立派ですもんね。
そうですね。ちょっと緊張しますよ。緊張しますいや、本当に。まあでも、どうですか？正直な話。はい。そう、治療を開始して、そうですね、1年は超えてるんですよね。僕たちも本当、こんなことを言うとあれですけれども、他の方々が治療を終えていく中で、吉田さんの治療が進んでは後退したりとかいうこともあったじゃないですか。はもうこれ僕、まあ、お話の中でもう出してもいいのかなと思っていて、まあ、あれなんですけど、インプラントがね、はい。そう、抜けてしまうっていう大事件でありますすね。ね。あんまりないんですけれども、僕たちとしてももうびっくりで、はい。インプラントと骨がくっついていないっていうことが分かったときはですね、はい。っていう感じですよ。4本のインプラントがはいきちんとした構造計算に基づいて結びついておりますから、このインプラントを失うと、実は3本でつなげるってことができない。一旦入れ歯のような形でこう過ごしていただかないといけないので、もうこれは本当に申し訳ないことになってしまうので、本当に苦労をおかけしたなというか、まあお待たせしてしまったなというか。お話しさせてもらう前からも人よりも良くないよと。状態は、なので基本的にはもうなくなっちゃうよねっていう話はもう受けてたので、途中でもこれやっぱ無理ですねっていう風にならないかなと思って、そういうのはすごく不安だったんですけど、もう先生がしっかり対応していただきまして、時間外とかでもすぐに行っていただいたりして、十分感謝でいっぱいですので。ありがとうございます。いや、でもそうやって本当にいただけるのが本当一番僕たちは嬉しいですし、現実問題としては別に患者さんが悪いということではないんじゃないかなとも思ってます。ただ僕たちも望んでの結果ではなかったんですよね。インプラントが抜けてしまうというのは、誰が悪いわけでもないというのが正直なところなんですけれども、いずれにしても2回目ちゃんとこうもう一度入れて、ちゃんとくっついて。はい、しっかりやっていただいて、本当に全然長いとは本当に思ってなくて、本当に思ってなくて、長くしたのもこっちの自分のとこの責任だと思ってましたし、辛抱強くやっていただいて、本当にありがとうございます。今回のケースは本当患者さん自身も辛抱していただけた、そして僕たちも一つ一つちゃんと解決をしてゴールにたどり着いたっていうので、患者さんである吉田さんと我々がちゃんと協力をして治療をなせたんだなというふうに思っております。他のスタッフの方もみんな親切でしたから。ありがとうございます。はい、いやもうスタッフに聞かせてあげたい。佐々木さんとも本当に親身になってくれてました。そうですね。佐々木は本当に心配してました。はい。歯が入った時は嬉しがってましたよ。本当ですか。はい。食べましょうか。はい。はい。うまきですね。と肝焼きいただきたいと思います。大きいですね。これコメントがね、本当に美味しい時はそうですね。出てこないですよ。なりますね。肝焼き食べました。めちゃめちゃ美味しいです。めちゃめちゃ美味しい。炭火の味が。美味しいですね。ビールが欲しくないですね。そしてらっきょうがついてますね。珍しいですね。らっきょうで爽やかに。じゃあお食事どうですか？硬いものとかも食べられてます？もう何でも食べれますね。食べれなくなったぐらいからその何年間かの期間がすごく苦痛だったので、やっぱりその食べ方も自分でなんか工夫しないと食べれなかったので、だから最初のうちはやっぱりずーっとそれで来てたもんですから、気にしながらだったんですけど、やっと最近は当たり前なんですけど、もう普通に口に運ぶようになったので、それだけでも。つまぶしのお客様。はい。失礼いたしました。本当に普通に箸が運んで口に行けたので、それだけでも以前と違いますから幸せです私。いろんなものに付随して体もだいぶいろいろと不調でしたので、今でも別に綺麗ではないですけど、その肌がすごく荒れてたりとか、ちょっと疲れやすいとか、やっぱりすぐ頭痛がしたりとか、肩とか腰が痛くなったりとか、中の状態とかもやっぱり腫れがあったりとか、出血とか劇的にというか本当になくなりました。食べるものからできてるので、何を食べるか、何を食べることができてるのかって多分体を作っていくってことなんだと思うんですよね。本当に多分大事なんですね、っていうのが僕もそう思ってます。はい。では、いただきたいと思います。はい。じゃーん。いやー、いいですね。すごいですね。いっちゃいましょう。いただきます。はい。いただきます。つまぶしとは、まず最初に
そのまま食べる。そうです。で次に2回目が薬味で食べる。で3回目3回目ががそうです。お出汁で食べで、る。それ以降はまあ自由。あ、そういう感じなんですか。一応なんか流れ的にはそうみたいな。なんかな、外パリッパリ、ですね、今は。中ふわふわ。大丈夫ですいや、これはね、美味しい。美味しい。うなぎの量は同じなんだよね。で、そっちが中詰めだから、下に入ってる。下に入って。嬉しくないですか。まあまあまあ。食べきったなと思ったら出てきた。美味しいです美味しいですね。吉田さんの手術が終わって、最後セットした後、僕は早かったと思いますって言っていただいたんで、なんかすごい嬉しすぎて、結構泣きそうになって。本当ですか。そうです。裏でみんなは、本当に拍手って感じだったんです。ありがとうございますっていう気持ちがすごいもともとあって、最後そういう言葉もらったんで。本当吉田さんのように、信じてくれるっていうことの心強さ。患者さんの信頼を裏切るとか、患者さんの期待に応えられないかったっていうのは、やっぱ辛いんですよね。吉田さんがその治療に前向きにいていてくださるっていうことは、もう勇気しかないんですよ、僕たち医療従事者からすると。いろいろとこう、感謝を感じるこの1年だったような気がします。ですが、忙しい中でもその時間外でもすぐ駆けつけてくださいましたし、先生特になんか先週は海外に行ってたとかいろいろ話もよく聞いてたんで、その中で先生いるかなと思って、で見たらやっぱ先生見えてちゃんといろいろやってくれましたし、で、時間も自分の都合に合わせてくれましたし、その仕事が終わって、もう診療外とかでも、こちらも見たいですからね。むしろちゃんと来てくださることが嬉しい。何かあってもちゃんとその患者さんとの信頼関係をキープしていくこと、その今後のメンテナンスも同じなんですけれども、いろんなことが起こってもちゃんと人間関係を作っていくことっていうのがやっぱり大事って思うんですよね。先生のここに行く前ですかね。前がちょっと辛辣なことを言われたので。ああ、おっしゃってましたね。なんか、はい。それが真実だとは思うんですけど。最初来られた時も、本当もうダメだって言われてますっていうような話から始まったような気が、そうですよね。そうでした、そうでした。でも、2、3時間喋った覚えですけれども、あっという間でしたよね、なんか。そうですね。あっという間に僕も、あれ気がついたらもうこんな時間になっちゃいました。すいません、みたいな。本当にそうですね。10時とか、それぐらいですよね。そう、6時半ぐらいから喋ってましたよね。ずっともう周り真っ暗になっちゃって。気がついたらなんか。今までやっぱちょっと壁があると言いますか、自分でも信用しきらないと言いますかね。なんですけど、もうちょっと歩み寄ってみようと。で、最初に佐々木さんにしっかりといろいろ本当相談に乗ってくれました。本当にありがたいと思います。治療が終えられて、何かまず食べたいと思ったものみたいな。まずはですね、本当に何でもないあれなんですけど、唐揚げですか。唐揚げが噛めなくて、噛むとやっぱりその状態が良くないもんですから、ぐにゃっといっちゃうんですよね。そうです。バリーじゃなくて、歯の方がぐらっとくると怖いんですよね。そうなんです。美味しい唐揚げって揚げたてとかじゃないですか。大きいのをそのままっていうことが、そうですね。数年できなかったので、それだけでも嬉しかったですね。なんかそれは想像つきます。やっぱりそういう状態ですので、人と食事に行くと、口元もそうですし、一口サイズに切り分けることをしなければいけないので、なんか、何してるの？上品に食べてるねぐらいな感じなんですけど、実はそういうでもなくて、食べれないので、特に対面で食べるっていうのが、ちょっとっていう感じで、はい。今だから言える一番大変だった瞬間、何かありますか？さあ、僕も聞くのがちょっと怖いけど。ここの奥にインプラント。ザイゴマインプラント。そうですね。抜けちゃったでしたっけ、薄すぎてここの骨が。で、その時に鼻とここが繋がって一回。で、その時がなんか繋がっちゃったなっていう感覚で、抜けて。で、その後帰ってから自分って一度も鼻血を出したことがないんですよ。鼻に強い衝撃が外部からあったら出ますけど、それ以外では一度もなくて。ですけど、その時に出てきて、生まれて初めて詰めて。鼻栓をする。そうですね。っていうことがあったんです。あの時は40何年、一度もなかったことなんで、ちょっとあれは不安になりましたけど。下はインプラントが1本抜けるというアクシデントがありましたけれども、そうなんですね。上もいろんな大変なことが実はステップとしてあったんですよね。で、ザイゴマインプラントという胸骨にインプラントを入れさせていただくということもしましたし、あの後鼻血が出たんですよ。僕それすごく覚えてるんです。
在庫マインプラントって胸骨とこう口の中のこう顎底って言いますけど、なんて言うんでしょう、こう口の中のこう土手の部分、はい、この2箇所で止めるんですね、はい、でところがお口の中のその土手の部分が薄かったので、はい、そっちでうまく止まらないということで、はい、腸脛骨の翼状突起っていうちょっと難しいところなんですけれども、かなり後ろの方に1本追加しましたよね。そこで確か先生もだいぶ悩まれてたり、そうです。本来ならそこで止まるはずのものが抜けちゃったのでってことで。ペリゴイドインプラントっていうんですけれども、はい、そうですね。そこの部分っていうのはものすごく骨が柔らかいので、見えづらいですし、もう一番奥の奥なので、まあでも、なんとかいけたのでよかったですけど、本当に。貫通した瞬間がなんとなく分かって、全体に悪いんだなと思って。いや、状態が。悪いわけではなく、解剖学的ななんかこう特性っていうかだったんですけども、まあ、上顎道側に少しこう抜けたって言い方になるんですけど、はい、本来そこでひょっとしたら先生によってはもうここはできませんみたいな感じになるのかなっていう。そうですね。オール4をやる場合にただ単に4本のインプラントを入れられれば OK ではなくて、どこまでそのプラン B、要するに何かあった時の次の手段っていうのが、よく聞くのが在庫マで、その次にこうさっきの腸脛骨の翼状突起の、テリゴイドまだあるんですよ、実は言うと。中央に入れることもあるんです。ボーマーインプラントって言うんですけど、まだあるんです。この薄いこう鼻腔という鼻の穴の横の硬い骨と上顎道の間の隙間の細いところに入れるっていう。いかにしてその固定を取るかって言い方を僕たちしますけれども、どこかにこうちゃんと追加のものを入れて、で、やる。今回はテリゴイドまでやりましたもんね。まあでも、いろいろと一つずつそうやって不安になられるところを、こう、患者さんご自身も不安をそんなにこう見せることなくついてきてくださったので、まあ、ありがたかったです。もうなんか今回はそれにつきます。はい、いい、とんでもない。そっか、やっぱり抜ける瞬間と分かりますね。分かりましたね。あの時だけ、スコンっていう感じで抜けた瞬間がなんとなく分かって、で、なんとなく抜けちゃいけなかったんだろうなっていうのも分かりまして、痛みとかは全くないですけどね。まあ実を言うと、そこが抜けるのはそんなに問題はないです。一般論としては抜けない方がいいです。もちろん。誤解を恐れずに言うと、よくある。抜けるということは。上顎道の方に貫通するっていうのは、まあ、わざとやることもありますし、まあよくある。ただ、そうなっていい時とダメな時があります。鼻がちゃんとこう通ってる方は問題ないです。あとは感染させないようにきちっと術後のその縫合であるとかそういったところをきちっとするということさえすれば大丈夫なんです。もう全ては固定が取れるかどうか、インプラントが止まるかどうかです。すごい本当にあんですね。体は健康だけど食べれないっていうのも辛いですし、普段は当たり前のようにあるものがやっぱりいざ何かがあってこれが得られなくなった時の食べるっていうこと自体は普通なんですけど、それができなくなるっていう。いや本当に健康ってそういうものですよね。まあでも本当もう何度も繰り返しになりますけども、長い治療だったと思います。ついてきてくださって本当にありがとうございました。本当美味しいこうやってうなぎを食べれたことが嬉しいです。引き続き今後ともメンテナンスでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日もですね、本当美味しいところでご飯が食べれたなと思っております。患者さんも喜んでいただけましたし、今回の治療いろんなことがありましたので、私としてもこういった形でですね、お食事を一緒に食べることができて、安心してこの治療を終えることができたらというふうに思っております。患者さんが喜んでいただけたのが私にとっては何よりだなというふうに思ってます。もちろん今後もですね、メンテナンスという形で見させていただくわけなんですけれども、いやーでも今回ここは本当におすすめです。名古屋市のですね、地域建造物資産すき家造りなんですね。素晴らしい建物です。名古屋といえばひつまぶしというのもまあ一つ有名ではございますけれども、この西本でのうなぎ料理は本当におすすめです。皆さんもぜひこちらでお食事されてください。今日は思い出深い日になりました。ありがとうございました。今後とも一生懸命治療していきたいと思います。よろしくお願いいたします。